元気爆発気合爆発夏爆発マリサドス。あっしは超元気してます。ところで、いきなりですが。パスタで一番人気は何？レイムくん。ミートソース。ボケるとこじゃろ。ということで本日はミートソースを作ります。マリサ、それだったら、冷凍で200円ぐらいで、すごく美味しいミートソースあるから1個あげるよ。マジで自分もらっていいんすか？ありがとうじゃよ。ふざけんじゃねえよ。それじゃ企画倒れじゃろ。冷凍ミートソースよりもうまいのを作るけん。ということで今日も元気爆発で、クッキングスターティング。まずは、野菜の下準備をしていきます。マリサ、今日はどんな野菜を使うの？まあ普通に玉ねぎだしょう。それと1本でも人参。普通のミートソースに入れる野菜だね。レイムくん、チミもまだ甘いな。玉ねぎと人参だけだと普通のミートソースじゃないか。隠し味で生姜のみじん切りも入れるよ。マリサ、生姜なんて入れて変な味にならないの？ならへんよミートソースに爽やかな風を吹き込むよ。それと、最近暑いじゃん。じゃから、自分も食欲が全然ないんだけど。気取るでねえよ。なけなしの米を一人で全部食っただろ。しょうがないじゃろ生姜だけに。親父かよ。話がそれてしまいましたが、元に戻すと、生姜をミートソースに入れると、パスタ1本ぐらいしか食べられない食欲のない人でも、湯がいたパスタを気がつかないうちに全部食べちゃうから。本当なの？エビデンスはあるの？エビデス？なんすかエビデスって？エビデンスだよ。証拠とかいう意味だよ。証拠じゃと、ありまくりじゃよ。自分、ミートソースに生姜を入れたら、鍋全部食べてしまったんじゃよ。食いすぎだろ。こんな感じで玉ねぎの皮と芯が取れたら、みじん切りにするよ。まあ小さく切れてれば OK なので、ザクザクザクと切ってくれじゃよ。マリサ、玉ねぎの中が変な色してない？茶色くなってるよ。取り除いた方が良くない？どうせ煮るんだから、多少腐ってても大丈夫だそれに無駄にするともったいないお化けが出ちゃうよ。でねえよ。それにこう見えても血の気が多い方じゃけとっとと捨てたらんかい。そうしますじゃよ。腐っているのかわかりませんが、霊夢が激怒してるので、玉ねぎの中の茶色い部分は取ります。マリサ、みじん切りにした玉ねぎはよく煮込むの？長時間ではないけど、20分は煮込むかな。今の時期は暑いから、煮込まないで、美味しいソースは作れないの？作れるわけがないじゃろ。困難を乗り越えて作るからうまいんじゃよ。自分なんかは、サーフィンをよくやるからそれに例えると、高い波ほど乗りこなした時が楽しいもんじゃよ。嘘つくでねえよ。25メートルも泳げんだろ。リアルなツッコミすんなよ。ところで玉ねぎはこんな感じに切れば OK です。玉ねぎが切れたら次は人参を切ります。人参も小さく切れてれば OK じゃよ。マリサ、最近、ミートソースに人参を入れるの？そうみたいじゃよ。自分なんかはジュニア出身じゃん。だから寮生活だったんだけど、その時に先輩の飯とかを自分が全部作るんだけど、その時は人参は入れなかったよ。嘘つくでねえよ我は女だろ。それに振りが長えよ。今度はもう少しコンパクトにまとめてね。了解じゃよ。人参もこんな感じに切れば OK です。人参が切れたので、次は生姜を切っていくよ。生姜も皮を剥いて小さく切ります。マリサ、チューブの生姜じゃダメなの？全然よかとよ。でも懐かしいね。懐かしい？いっつらいと抱いたっていいじゃない。焦げた素肌は夏休み。そっちかよ。でも前回よりはコンパクトにまとめたね。ありがとうじゃよ。生姜もこんな感じに切れば OK どす。野菜の下準備が終わったので、次は牛ニッキーを切っていきます。今回は少し凍ってる牛肉を使います。マリサ、なんで少し凍ってるの？これからこの牛肉を小さく切るんじゃが、少し凍ってる方が切りやすいんじゃよ。なので、パー数で安い牛ニッキーを買って軽く冷凍してから切ってくれじゃよ。自分なんかは、神戸牛のシャトーブリアンしか食べないんだけど、たまには、安い肉もいいよね。安物ばかりだろ。しかもたまにしか買えねえだろ。ところで、マリサ、牛肉から血が出てまな板についてるね。牛肉をよく拭いてから切ればよかったんじゃない？今頃、言ってもしょうがないじゃろ。牛ニッキーを焼くときになんとかするよ。とにかく、牛ニッキーはこんな感じに小さくなれば OK です。これで、肉と野菜の下準備が終わったので次は焼いていきます。まずは父のフライピンに、油投入。そしたら、
先ほどチューブを勘違いしてしまった生姜を入れます。マリサ、弱火で炒めるんでしょ。そうじゃよ、弱火で2分ぐらい炒めるけん面倒なんじゃが、この作業が超重要だからね。いい感じに炒まったので、先ほど、小さく切った牛ニッキーを入れます。軽くかき回して炒めていきます。マリサ、安い肉だけど、生姜と牛肉を炒めてるといい匂いがするね。生姜は臭み取りにもなるし、生姜自体もいい匂いがするから入れた方が美味しくなるんじゃよ。ここで、塩を少々振るよ。それに塩を振っても臭みも取れるんじゃよ。そして塩を振ったらかき回すよ。俺たちの出会いを見つめていたのは、甘く苦いウイスキー豆乳。古すぎて誰もわからんわ。でも振りが短くなってナイス。ありがとうじゃよ。これからも精進して参ります。マリサ、ウイスキーをなんで入れたの？しかもかなりの量が入ったよ。さっき牛ニッキーを切った時に血が出てたじゃろ。じゃけえね。臭み取りのためじゃよ。臭み取りのウイスキーが入ったら次は、黒胡椒を入れるよ。これで、アダルテーなミートソーシーになるよ。マリサ、玉ねぎと人参は入れないの？オフコース今から入れるんじゃよ。玉ねぎ、人参入りやす。野菜を入れたらかき回すよ。マリサ、カレーパウダーを入れてドライカレーにしても美味しそうだね。なんか急に食べたくなったよ。じゃあ今度ドライカレー作るけんね。任せてくれじゃよ。ここで、ホールトマトを投入。贅沢にも1缶すべて使うよ。それと缶にトマトがついてるから水を入れて無駄なく使うよ。マリサ、たまにはちゃんとしたこともするんだね。自分、食材を大切にする心は誰にも負けません。ここで、だし本を入れます。これは、絶対に入れてくれじゃよ。マジうまくなるけん。ここで、ケチャップも入れます。続きまして、砂糖ですね。よっこらしょじゃよ。あんまないね。まったくねえじゃねえか。とっとと買って今回。そんなにカッカせんでもよかじゃろ。そんな時はこれを使うよ。パララパッパラー、みりん。これで、すべての具材と調味料が入ったので、あとは少し煮込むだけじゃよ。マリサ、確か20分ぐらい煮込むんでしょ。そうなんじゃよ。自分、20分この鍋と真剣勝負じゃよ。ただかき回すだけだろ。自分、気合い入れてかき回します。早いもので、あれから20分も経過してしまいました。このぐらい煮詰まれば OK です。マリサ、美味しそうにできたね。いい匂いが部屋中に広がってるよ。これで、完成なの？オフコースじゃよ。だったら早く食べようよ。自分もそうしたいんじゃが、その前に今日もみんなに言わなくちゃいけないことがあります。隠してたつもりはないんだけど、マリサ、早くもサブチャンネルを開設するとか。それとは真逆でとても悲しい報告です。自分、パスタを湯がいてませんでした。早く湯がいたらんかい。段取り悪すぎなんだよあれ。霊夢が激怒してるので、ダッシュでパスタを湯がきます。塩を入れた熱湯に、パスタ投入。マリサ、鍋が小さすぎるんじゃない？パスタのほとんどが鍋から出てるよ。そんなことを言われましても、ベーナーはこれしかないんじゃよ。強引にパスタをベーナーに入れるけん。こんな感じでパスタをベーナーに入れたら、6分湯がいていきます。いい感じに湯がけたので湯切りをするよ。ここで注意なんじゃが、今持ってるすべての元気を使って湯切りをしてくれじゃよ。そんなに体力使うかよ。オーバーな表現はやめんかい。とにかく、ちゃんと湯切りができてないと水っぽいパスタになるので注意じゃよ。湯切りはこんな感じで OK です。ちゃんと湯切りができたら、オリーブオイルをかけるよ。マリサ、オリーブオイルはなんでパスタにかけるの？君もそれでも本当に YouTuber か？ミートソーシーが完成しても、あしたち YouTuber はサムネイルの撮影があるじゃろ。もしパスタにオリーブオイルをコーティングしてなかったら、パスタがくっついて塊になっちゃうじゃろ。とにかく、パスタにオリーブオイルをコーティングしてくれじゃよ。次は丁寧に盛り付けていくよ。少し大きめの皿を用意して、パスタはなるべく平らに盛り付けるよ。マリサ、平らじゃなくて高く盛り付けた方がいいんじゃないの？そう思うのも無理ないんじゃが、パスタを高くなるように盛り付けると、ソーシーをたくさん乗せられないんじゃよ。じゃけえねなるべくフラットになるように盛り付けます。パスタの盛り付けはこんな感じで OK じゃよ。次はソーシーですね。パスタをフラットに盛り付けたので、
ソーシーをパスタの上に乗せやすいんじゃよ。それとしゃもじとスプーンで盛り付けてくれじゃよ。もっとまともな調理器具を使わんかい。しょうがないじゃろ。これしかないんだから。ソースもこんな感じで OK です。最後に、乾燥パセリを乗せて完成じゃよ。青のりじゃねえか。でも最近そのネタ気に入ってるみたいだね。いただきます。マリサ、サムネイルの撮影に時間がかかったけど、パスタにオリーブオイルを塗っておいたから塊になってないね。これなら明日になっても食べられるんじゃよ。マリサ、ソースがほんのりと甘くて美味しいね。ということで本日はここまで。最後までご視聴ありがとうじゃよ。